はい、こんにちは。山下夏美です。3月8日日曜日。今日は平塚海岸でスキムボードを楽しんでいきました。少しですね、地形が温床は前日の朝一ですね、吹いてたので、ちょっとそれで変化したかなと思ってたんですけど、実際来てみると結構思いのほか波が良くて、朝一から意外と遊べた感じでしたね。この時間はスタート流し波がメインだったかな。ただ合間でしっかりラップラインもあって、両方波がある感じでしたね。しっかりレフト側ライト側ラップライナー、こんな感じで結構波の張り方も分厚く張ってくれてて、非常にスキム向きな波だったんじゃないかなっていうふうに思います。想定してた以上に波が良かったです。まさかのグッドウェーブみたいな感じで。そこのラップもいいね。ちょっとスープ気味だけど。これが結構良かったですかな。いいですね。そう結構波が分厚く今みたいに巻いてくれてるから、ハイクオリティなライディングを、何本か乗れてたんじゃないかな。このラップもいいですもんね。ただ実はね、これ見た目以上に難易度が高かったっていうのがあって、このテイクオフした後にギャップというか、なぜか引っかかる場所があって、それによって結構失速とかがしやすかったんじゃないかなっていうふうに思います。結構僕自身もそうだったんですけど、周りの人とかも結構そのゾーンに引っかかって見た目の波はいいんですけどかなり難易度が高い、今みたいな場所ですね。そういうところで結構引っかかることが多かったかなっていうふうに思います。そこをどうやって対処して乗るかが結構重要だったかもしれないです。さあこれちょっとブレーキ早いけど180ビッグスピンまでいってるね。ナイスコンビネーション。さあこれは確実にラップライン側。ただちょっとバック押しが入って波が変わったから、バック押し当たった瞬間に180で飛んだ感じです。今のは技術あるですね。ある感じです。さあ軌道修正を入れつつワンアクションターンした直後にいいですね。ちょうど引き始めあたりの時間かな。満潮ぐらいから入り始めて引き始めてちょっとずつ波は遠くはなってるんですけど、その分遊べる波も微妙にずっと来続けてたんじゃないかなっていうふうに思います。さあバック押しに乗りながらうまく出てターンして最後3ショービットまで。今のはちょっとラップも流しもいけるとこじゃなかったからトリックコンプリートした感じ。さあこのダウンザライナーもいいね。ナイスライド。さあインサイドターンしてすぐオープンサイド180でトリックを狙う。さあこれはちょっとつま先側に軌道修正したけどややポジションから外れちゃったね。これ乗れたらかなりクオリティ高かったけどもったいない。フロントサイドシフティーフローターでキープしつつ乗っていく。
あ、これはライナー側。いいですね、ロングライド。インサイド気味だったけど、かなりのロングライドでしたね。さあ、このフロントサイドライナーはいい狙いですね。さあ、これギャップ1枚超えて、ラップを狙おうとしたけど、少しブレイクが早い。口が深いポジションにいましたね、今のは。サイドウェイとパンプを組み合わせてしっかりアウトに行きつつ、帰ってくる。ただこの辺の時間からね、見て今、いただければわかるかなと思うんですけど、結構引いてきてね、先ほどみたいに完全なチューブとか流しみたいなのがちょっと本数減ってる感じです。引きの兆候が出始めてちょっと難易度が上がり始めてた時間なんじゃないかなっていう風に思います。それでも全然合間を縫って練習できる波が結構な本数来てるので、まあそこを狙っていきながらやってる感じ。このライナーもいいですもんね。さあ、このライナーちょっと間に合わないね。そう、こういう感じでちょっと波には届くんだけど、ベストポジションであったりとか、ベストライドをするにはちょっと波のブレイクが速くて間に合わないみたいな感じです。この状態でちょっとどんどん潮が引いていって、ちょっとまあこの後先に今喋っちゃうんですけど、ポイントをこの後移動するんですけども、まあそこに移動するまで、まあちょっとこの朝一と変わらずずっと潮が引き続けてもちょっとここで粘ってたっていう感じです。微妙にやっぱり合間縫って取れるんですよね、波が。これとかもすごいアウトで、当てた後のクオリティはあんまり良くないんですけど、しっかりアウトで当てるっていう練習と、インサイドでもちょっとこういう風に続く波見つけたりとか、あとはペライ波なりにうまく合わせる練習っていうのを考えながらやってる感じです。この辺はまさしくスープのライディングをうまく考えながら練習してる感じかな。で、まあちょっとこの辺りで波厳しくなったので、一回ちょっと沖に出ていってます、この辺りで。今日はサーフィンなかなかちょっとうねりが小さくて難しかったんですけど、ちょうどスキムの正面、この時間、微妙に遊べましたね。人もあんまりいなかったですね、この正面は。ちょうど人が散ってる合間のところですね。サーファー自体は今日かなりの人数がいたんですけども、少し間隔が広く空いてた場所のピークを狙ってやっていって、そこで何本か、ほとんどダンパーの中でも3、4本ぐらいかな、いいレギュラーの先端の波、アクションかけるとやっぱ途中でちょっとパワーがなくて、そのままライディング終わってしまう感じではあったんですけど、そこを狙っていきながらやってる感じです。で、この辺りからかな。はい。サーフィンを終えて、ポイントを、虹ヶ浜ですね、平塚。平塚虹ヶ浜に移動してやっていきました。潮が引いて多少できるっていう話は聞いてたんですけども、まあ、実際行ってみるとかなり見た目以上に難易度が高くて、
クオリティ、波のクオリティは、朝の流木前とかの方が、クオリティは高いんですけど、ある程度やっぱミドルタイドを過ぎたぐらいの時間かな。ぐらいだとやはり、朝やったポイントが微妙になってしまうので、そのタイミングでちょっと、こっちに移動してきた感じで。見た目以上に難易度は高かったかなっていうふうに思います。先ほどやってた場所までは結構波が整って結構綺麗に入ってたんですけど、逆にここはばらけて入ってくる。そのばらけた波の一番いいところを読みながら合わせる必要があった感じです。かなり上級者向けの波だったかなっていうふうに思います。なので、最初ね、ベストライドというよりかは、無難にいいライディングですね。を取るのに少し苦戦してる感じです。やはり途中で巻かなくなってしまったりとか、基本沖からの再生波を狙っていく感じだったので、あとはこういう風に、ちょっと波がよれて、水が溜まったところでいいブレイクが来るから、そこを合わせて狙っていく。良ければこういう風にラップラインであったりとか、ラップがしっかり狙える感じだった。これいいですね。しっかり軌道修正してる。ちょっと決めきれなかったけど、いい狙いだったと思う。さあ、このフロントいいですね。フロントラップラインまで。軌道修正もしました。さあ、パンプして前に出て、ここでしっかり波の前に出てくる。これちょっと最初分かりづらかったけど、斜めパンプでしっかりアプローチラインを合わせてたから乗れた感じです。そう、こんだけ波がよれちゃってると、基本パンピングで合わせる必要があるかな。サイドウェイだとやはり、少し難易度が高いかな。しっかり波を読み切れてる時とかじゃないと、直前のギャップとかに詰まってしまうことが多い。さあ、このフロントサイドライナーいいですね。ハイクオリティ。さあ、これはややアウトから狙いつつって感じです。さあ、パンピングうまく合わせながら、これよく読み切りましたね。で、最後ビッグスピンまで。ラップラインからのビッグスピン。これもかなり技術がいるライディングですね。スムーズなターンでのラップ。これもハイクオリティだね。これはちょっと波が潰れてるから難しい。けどしっかりラップラインを取る意識は忘れない。これは軌道修正してフロントサイドライナー。この再生波と入り組んだ波をうまく今読み切ろうとしましたね。惜しかったね、今のは。ほぼ波は読み切れてたんで。非常に惜しいライディングでした。今回こんな感じで、1日ほぼスキム遊べた感じで、ちょっと最後風入って終わっちゃいましたが、久しぶりにいいスキム波で練習できたんじゃないかなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。